皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本の防衛予算についてです。安倍政権から菅政権へと変わってきているこの中において、菅総理は安倍政権の良いところは継承していくことを表明しています。そして安倍政権下においては防衛予算というのは基本的にはわずかずつではありますが増えてきました。これは日本を取り巻く環境というものが次第に悪化していることを受けて、自衛隊に求められる能力や装備などについてもより高度なものが必要となってきていて、そのためにお金というものが絶対に欠かせないからです。こうした流れを受けて菅政権においても防衛予算というものは伸びることになりました。しかし、このように日本が自分の国を守るためには装備を新しくしなければならない、より広い範囲に守備範囲を広げていかなければならないといった状況の変化に対応するための行動なわけですが、こうした日本が防衛力を上げることについて非常に警戒している国々がこの東アジアの中にはあります。今回はそうしたことも踏まえて、日本の防衛予算がどのような形になっているのか、そしてお隣の国がどのような反応をしているかについても見ていきましょう。それでは関連ニュースをどうぞ。防衛費概算要求、過去最大の5兆4898億円。宇宙、サイバー、電磁波に重点。防衛省は30日、過去最大となる総額5兆4898億円の令和3年度予算の概算要求を決定した。前年度当初予算比 3.3% 増、中国やロシアが開発する極超音速滑空兵器 HGV を追尾探知する衛星コンステレーションの研究費として2億円を計上するなど、従来の陸海空にとどまらない新領域、宇宙、サイバー、電磁波に重点を置いた。衛星コンステレーションは低軌道に大量の小型人工衛星を投入し、高速で複雑な動きをする HGV に対応。アメリカのミサイル防衛構想の一環で日本も参加を目指す。令和8年度をめどに打ち上げる宇宙状況監視衛星の設計研究費に211億円を盛り込んだ。同衛星は日本の衛星に衝突する危険性がある宇宙ゴミ、スペースデブリなどの動きを監視する宇宙状況監視体制の構築に取り組む航空自衛隊の宇宙作戦隊20人などを指揮下に置く宇宙作戦群70人も新設。これら宇宙関連経費は計724億円となる。サイバー分野ではサイバー防衛機能を一元的に担う自衛隊サイバー防衛隊を3年度末に540人規模で新設し、各自衛隊のサイバー関連部隊から人員の一部を移す。防衛費は当初予算ベースで今年度までに8年連続で増加している。今回の概算要求では政府が検討中の地上配備型迎撃システムイージス・アショアの代替策に関する経費は金額を示さない事項要求にとどまり、総額に含まれない。日本の防衛費がどうなるかといった話題について世界各国で反応が出るわけではありません。基本的には東アジアの特定のある国々だけで反応が出ることがあります。それでは隣の国の状況を見てみましょう。護衛艦加賀も軽空母化、攻撃力を高める日本を韓国ネットが警戒、竹島が侵略される。2020年10月1日、韓国 YTN が日本が来年護衛艦加賀を軽空母に改造する作業を開始する計画だと報じ、韓国のネット上で注目を集めている。防衛省は上記の内容を含む5兆4898億円の2021年度防衛関係予算を編成した。今年度より 3.3% 増加したもので、これが確定すれば過去最大となり、2013年以降9年連続の増加となる。詳細を見ると、垂直離着陸が可能な最新ステルス戦闘機 F35B が利用する護衛艦加賀を軽空母に改造する事業に231億円が新たに反映された。防衛省は護衛艦出雲と加賀を空母化する計画を立て、今年から出雲の改修作業を行っている。その他 F35A と F35B の2機の追加取得費用として666億円、北朝鮮などを念頭に置いた総合ミサイル防空能力の強化に1247億円を割り当てた。このニュースを見た韓国のネットユーザーからは、日本はアメリカの次に戦闘機を多く保有している。日本がいつ何をしてくるかわからないから警戒すべき。日本の標的は韓国だ。近いうちに竹島が侵略されるかも。日本は北朝鮮や中国の潜在的脅威にもこうして国防力を強化して総合的な対空防御を構築しているのに、韓国は何をしている？終戦宣言に言及している場合じゃない。
軍備競争では負けられない。韓国は F35B を200機保有できるよう予算編成を行うべきだ。北朝鮮より日本の方が好戦的なのでは？韓国は何としてでも日本より軍事的優位に立っていなければならないとの日本の動きを警戒する声が続出している。2つ目の記事で韓国でどのような反応が起こっているのかというのを伝えたわけですが、非常にこの記事を読んで私が思ったのは、韓国の人たちというのは非常に想像力が豊かだなというふうに思いました。日本の防衛力を高めていかなければならない。その理由として一番の問題なのは、中国がものすごい勢いで軍拡をしているからです。それもただ単に軍事費を増大させて装備を新しくしているだけではありません。中国の場合は明らかに自国の勢力圏を外へと拡大していこうという行動があります。具体的な例としては南沙諸島における岩礁などを埋め立ててそこに軍事基地を設けるといった実際の行動に出ています。そしてそのような行動を通して南沙諸島その周辺海域というものは中国のものであるということを宣言もしています。それに伴って行政管区なども設定しているのです。このように中国の軍拡というのはただ単に見かけ倒しの予算増大だけではなく、実際に行為としても自国の領域を広げているのです。こういった事実を積み重ねて考えてきた場合、明らかにその周辺国というのは警戒しなければなりません。その警戒の仕方というのは単純な話として自分の国を守るために最低限の軍備を整えるということです。ですから韓国が日本の行動を見て、これは日本が侵略してくるなどというのはまさに空想の極みというものでしょう。そしてその韓国においては北朝鮮ではなく明らかに日本を意識したような空母を作りたいなといった話であったり、原子力潜水艦を持てば日本より先により強力な兵器を獲得できるといった一体何のために防衛予算を積み重ねていくのか、全く目的というものを見失った行動というものが見られます。ですから韓国における軍事予算というものは日本を追い越すぞというのを一つの目標としている節があります。このあたりが日本と韓国において自分の国をどう守るのかといったそういった基本姿勢や基本の戦略というものが全く次元が違うことがお分かりでしょう。ただし残念ながら日本は21世紀に入ってからというものの経済的には大きな成長を見せていません。それは安倍政権だからといった話ではなく、日本の産業競争力が世界の中では優等生ではあるものの一等を取れるような立場にはなっていないからです。全体の経済が発展していない中において防衛予算というものもその増大のペースというものは非常に遅いものです。中国において軍拡といえば10年も経てば2倍になるぞといったような勢いで軍事予算が積み増されている一方で、日本の場合だと10年経っても同じ5兆円台ですよといった形で微妙にわずかずつ積み重ねていくのが精一杯で、今年が5兆円だけど来年は6兆円で、その次が7兆円で、その次は8兆円でといった形で次々と軍事予算が飛躍的に伸びるといった現象は全くありません。一方で最初の記事にもあったように守らなければならない領域というものは広がっています。それこそインターネット空間について言えばもはや主戦場とも言えるような状況ですし、今後は宇宙においても防衛力をいかにして確保するかというのが非常に重要です。常に戦闘領域というものは広がっているような状況なのです。ですから予算が増えてきたなといっても、それに伴って守らなければならない領域というのも広がっているので、決して充実した戦力とは言い難い状況です。またこうした脅威に対応するための予算の目安としてアメリカは GDP 比 2% 程度は確保するように世界各国へと呼びかけています。具体的にアメリカはヨーロッパ諸国に対してそういった話をしていますし、名指しこそされませんが、日本などにおいても軍事予算をもっと出せといった要求というものを水面下では行っているでしょう。日本の場合防衛予算を積み合わせばそれに伴ってアメリカ製の兵器を買うだろうというのもトランプ大統領としては狙っているところです。そうした軍需産業に対する貢献というものを果たす、それだけではなく実際問題として矢面に立つ国が自分の国は自分の力で守るのだというそうした対応を取ることがアメリカにとっても自分自身が痛まないで済むのですから、まさに一石二鳥の呼びかけでもあるのです。
そしてこのことは同時に日本にとっても自分の国を守るためにはお金を出さなければならないという意識改革を迫られている、そうした時期にかかってきています。ただし現在の日本というのは新型コロナウイルスの被害、そしてそれに伴って行っている経済的な自粛による悪影響というものが非常に重たくのしかかっています。ですから軍事予算を増やすにもその源泉となる国家経済をいかに伸ばすかというのが実は非常に重要で、これはまさに明治時期における富国強兵という考え方は現在においてもなお必要な考え方なのです。国家経済を伸ばさないで軍事予算だけを伸ばしていけば、それは非常に歪な形となり、結局は軍事予算の増大に伴う維持費であったり運用コストというものが国家の発展を妨げるといった現象を巻き起こしてしまうからです。回り道にはなるものの、まずは経済を発展させる。それに伴って余裕ができた財政に基づいて防衛予算を積み増していくというのがまさに王道の政治だと言えるでしょう。菅政権が今行おうとしている行財政改革というのは実は非常に有効な手立てでもあります。なぜならば、それら行政改革を行うというのは実は政府であったり民間であったり様々な場面におけるコスト削減につながり、そのことがより少ない予算でより大きな効果を生み出す政府組織の改革にもなるからです。そうした組織内の効率化を進めた先には、どうしても避けてはならないのが、やはり日本経済をいかにして経済発展に持っていくかという考え方です。人によっては人口減少時代に入ったんだからもはや経済の発展は望めないという人たちがいるわけですが、そうした考え方をしていては残念ながらどんどんと経済は衰退の一途をたどることとなります。世界市場は弱肉強食の世界であり、抗うということをやめてしまえばそれに伴って強者たちの餌場になってしまうというのが現実なのです。中国の軍拡に伴う脅威に対抗するためにもどうしても必要な予算です。しかしその予算を捻出するためにも結局は日本経済を発展させなければならない。この考え方を取らなければ結局は防衛予算も確保することができず、中国の圧力というものに屈してしまうようなことになってしまうと私は思います。韓国のように日本だけを見るような狭い視野の考え方をするのではなく、いかに日本が世界の中で生き残っていくか、そのことを考えていくような非常に重要な時期に今差し掛かっているでしょう。米中新冷戦時代を生き残っていくためには日本にそのような王道の政治戦略というものが必要だと言えるでしょう。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。